一番の課題はどうやって死のうかと考えたんですよ。岡村道夫と申します。現在は、自称、杉並の縄文人、メールアドレスも、時々ペンネームも杉並の縄文人で通しています。やっぱり縄文が大好きで、小学校3年の時に、裏山に縄文遺跡があることを知って、そこに通い詰めて、遺跡、畑の表面に落ちている矢尻や、石の斧とか土器のかけらなんか拾って、この下に縄文の時代の家族たちがこの下で埋もれてんだなみたいなことに思いを馳せながら、周りの、里山の自然に囲まれながら、一人山学校をしてたんですよね。それは漠然とする縄文に対する憧れみたいな、それが原点だったという気がしますね。で、それから中学校進むわけですけども、中学校の道すがら、その頃は高田市という市だったんですが、市立図書館が通学路にありましてですね、でそこで遺跡関係の縄文関係の本を探したら、3冊考古学関係の本が3冊だけあったんですよね。3冊だけで、その中の一つが芹沢長介っていう先生が書いた「石器時代の日本」という本がありましてですね、その石器時代の日本を読んだら、私が掘っている私が通ってる、縄文遺跡茶神殿という遺跡なんですが、その遺跡、の、テーマになる縄文のことが、結構書いてありましてですね、特にそれは馬部地川のほとりという章がありまして、その章は馬部地川のほとりに、天滝という遺跡がありまして、その遺跡は亀岡文化の代表的な遺跡なんですけども、そのことが文学青年でもあった芹沢先生が非常になんて言いますかね、美しい文章で、夢のあるそういった書を書いていたんですね。東北にはこんなすごい縄文遺跡、縄文文化があるんだと、それに、引き込まれましてですね。でその先生が今はその頃昭和38年から東北大学の先生になるんですが、東北大にはこういう先生がいるんだ、東北の縄文に憧れ、勉強するんだったら東北大行く方がいいのかなと、漠然とそうは思わなかったんだな。芹沢先生と、それから東北の縄文文化に対するそういう夢が膨らんでですね、縄文の勉強ができること、それが嬉しくて研究室に通い詰めたんですが。じゃあ芹沢先生の本の出会いが岡村さんの運命っていうか、あれを決めたみたいな。その前にその縄文遺跡、裏山の縄文遺跡に出会ったことですよね。それでやっぱりその遺跡で、そこに人が昔祖先が住んでいて、それが土の中に埋もれてるっていう、そういう昔の生活、昔の家族に対するそのノスタルジーっていうかな、憧れみたいなものが俺の原点だったんじゃないですかね。でその本が決定づけたみたいな。そう憧れの芹沢先生の手伝いさせてもらうんで、しょっちゅう芹沢先生の手伝いしましたよ。いろいろ資料見たり、図面取ったり、しましたね。芹沢先生は子供さんもおられなかったせいかすごい可愛がってくれましてですね、芹沢先生は旧石器の研究、その頃
一生懸命やられてですね、で先生の旧石器、今だから言えますけど、自然発作歴って石器に似たようなものが数万年も古い日本人のルーツ、日本の最後の石器なんだっていうことを学会の大反対を背にしながら一生懸命これが人工品石器であるということを証明する、そういう研究にむちゃくちゃ励んでたんですね。でそんな手伝いをして、いたんですが、そういう流れから解き放されて、東北歴史博物館、今では東北歴史博物館、その頃は東北歴史資料館って言ったんですけども、そこで、東北大の助手をやってた国家公務員として、県の研究所の博物館の職員に来てくれないかと言われて、で、東北歴史資料館に行って、でそれで貝塚を掘って、でやっと、貝塚縄文の発掘ができて、これで宮戸島の、里浜貝塚っていう日本で一番大きい内容も豊かな遺跡、そして島との付き合いがそこから起こって、私の縄文研究の、フィールドが宮戸島になって里浜貝塚になっていったんですね。東北のための、この東北のためのっていうのは、東北の縄文に憧れたってことは一番原点なんでしょうけどね。でそれは多分遺跡で培われた周りの里山の自然と遺跡とでそこにいる私みたいな、そんなことだったんでしょうね。ひょっとするとこれはこれからの世界人類のために必要な文化なんじゃないか。まず縄文の哲学を学びたいな。で普通遺跡に残されたものって哲学とか心なんか遺跡に残ってないんで無理だってずっと考古学は諦めてきたんですけど、そういうふうに思ってね、こう見て、遺跡物を見ていくとね、そこから行間に見える縄文人の心が読めるんですよ。これは簡単に、説明できないんですけど、簡単にうちらの言葉で縄文スピリッツって使うじゃないですか。そうそんな簡単なもんじゃないんですよ、ね、ない全然。それ縄文スピリッツって、世界遺産調査に来た人たちの欧米人たちがやっぱりその異文化としてのね、特にその縄文精神文化の異文化さみたいなものを、欧米的な、哲学価値観スピリットとはね全然違うんですよ。でそのことをね彼らは感じて、でひょっとするとこれはこれからの世界人類のために必要な文化なんじゃないかということで、多分今回縄文遺跡よく内容は分かんないけど現地に立ってみたらそういう思いをしたんですね。で彼らは、ね、はっきり俺にはそう言ってましたよ。英語もよく分かんないけどね、なんか盛んにそういうことを言ってたし、日本語の分かるサイモン・ケーナーっていうイギリスの日本通の研究者がね、やっぱりこれは文化とかそれから精神文化としてカルチャーとして語ってもらって、でこれはこれからの人類にとって大事なんだということをぜひアピールしてほしいと、そこに縄文遺跡の価値を私もよくわかるし、でやっぱり調査に来た人たちなんかもそういうことを多分肌身で現地に行って感じてるんで、本当のところ俺たちは考古学の資料からだけしかこう説明してないけど、
そういうことじゃなくて現地に立ってみてね、その地域の佇まい、あるいは里、自然、そういうものからね、なんか感じる、風を感じる、それが縄文スピリット、素晴らしいと言ったことだと俺は気がついたんですよね。で、これはやっぱり文化、日本文化ってやっぱり精神文化なんだよ、どっちかっていうとね、ものじゃなくて。で、片っ方では文明っていうのはやっぱりもののなんていうかな、目に見えるもの、コンストラクトしてこう積み上げていく形になるものがやっぱり文明なんですよね。エジプト文明とか、が文字もそうだよね。記号にして見えるんですよね。だから言葉は見えないわけですよ。そういうことは、にやっぱり重きを置いて、で文明化していることが一つ価値、それから進化することは価値、発展することは価値、そういう価値観ではなくて、日本文化っていうのはまあ今よく言われるサステナビリティだとか自然との共生だと言ってますけど、そんな簡単な言葉で言える話じゃないんだけど、でも欧米の人たちの宗教や哲学や、欧米の人たちは一神教なわけで、常に天井に神がいるわけで、絶対神がいるわけで、日本はそういう意味では神様いないんですよね。みんなそれこそ岩から土までみんな神がおるわけで、そういうのとは全く目線が違うんですね。でそういうことにこれから地球上でみんな幸せに、平和で暮らしていくためにはっていうね、やっぱりスピリットを感じたんじゃないかなと、そうだと、そういうものを感じてんだったら俺たちはそういうことを発揮して、なんて言いますかね、成果としてそういう方面に迫っていかなきゃいけないんじゃないかなと思って、俺は遺跡や遺物を見るようになったんですよ。でそれは一つ大きなきっかけはね、そろそろ70にもなって、72の健康、平均寿命ももう間もなくだし、そうなってくると俺の頭が働いてちゃんと考えられるのはもうそろそろ終わりだから、この先一生懸命それ考えようと、ついては一番の課題はどうやって死のうかと考えたんですよ。それがものすごい俺の課題になって、でそれは今まで宗教が取り仕切ってきたわけだけど、はっきり言って今の宗教は葬式なんとかみたいな感じになって、あれも一つ経済行為になっちゃったんで、心がどんどん抜けていくわけでしょ。でそうなってくると縄文人たちは、あるいは俺たちの祖先たちはずっと死をどう受け止めてどう送っていったのかな、どういう墓作ってどうやって埋めていったのかなっていうことにものすごく関心が出てきて、で、そういう自分の就活どうするかということのモデルをね、祖先の文化に求めたくなって、でそういう精神生活を、明らかにしていく。だけどなかなか物は語ってくれないんで、物や意向から墓場だとか祭壇だとかそういうことから教えてくれる部分もあるんだけど、それをやっぱ本当に教えてもらうためにはね、縄文文化をずっと残しているアイヌの人たちが今まで何してきたか。でアイヌの先には、カラフトアイヌもいるし、ニブヒもいるし、そのアミニズムという自然を本当に大事にし、それぞれの神が、自然にも宿ってるんだよっていう、そういうアミニズムに、という文化に、北方の今の残ってるそういう、諸民族は、少数民族なんて言ってどっちかというと避け詰められて言ってる人たちが現代までずっとそのアミニズムの大きな流れの中で最近まで生きてきたわけですよ。
それは自然とともにね。でそのアミニズムの一番南外れにあった日本文化だったんですよね。で俺はそれ最近気がついて、で縄文あるいは日本文化のアミニズム的なところを遺跡物から解釈する語るためには北方の民族の、特に一番日本に近い、あるいは北海道のアイヌって北海道の縄文人の末裔ですから、縄文人の末裔ですから、でそういうアイヌ文化、北方の民族文化を一つモデルにして、で見えない、精神文化を、遺跡と絡み合わせながら解釈できて、本当に日本文化の本質が理解できるんじゃないかなと思って今、アイヌの勉強を盛んにやってるんですよ。それと同時に繰り返しになりますけど、自分から縄文人になることによって、そして自然と親しんで、自給自足、できるだけ自給自足、地産地消、食の安全も守りながらね、で自分で実験するとともに、そういう実験するとひょっとすると縄文人の心まで読めるんじゃないかなと思う日々でございます。まだ読めないですか？どうでしたか、私の話は。興味持って聞いていただけましたでしょうか。一生懸命語りました。チャンネル登録お願いします。よろしく。